前回は妖艶すぎるハイドラ姉さんにひねられた野郎どもが続出したってな。ナチュラルに嘘をつかないでくれる？ちなみに AI にハイドラ姉さんを書いてもらいました。軽くひねってあげましょう。一番簡単なやつのインスタントビルドなんで軽めですが、少しひねられたいかもしれん。マリサさんってそういう、次だ次。影の主役であるサンドコロニーの紹介もやったっけ？彼らがいないともはや先がないからな。ありがたいことだ。そして地味なボビブローが聞き始めた。自動化を怠ったツケとはいえ、これはきつい。やることだけが増えてゆく、不思議なゲームだ。そんなわけで今回も行ってみよう。ゆげさばチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。フランキーがスパークルを起こしてました。さすがに早いな。追加してすぐだからね、早い方だとは思うわ。スパークルは周辺にも好影響を及ぼすのが地味に助かるわな。これだからね、バルーンアートと並んで最強クラスよ。他も強化されると良いけども、まあ弱体化はしないでしょうよ。足の遅いフランキーに序盤にこれはありがたい。コーラを差し入れてやりたいわ。コーラを飲ませておけば機嫌いいらしいからな。ちなみに担当声優の八尾和樹さんは甘いものが苦手だそうです。外で子供にがっかりされたのでそれ以降、外ではコーラを上演しているそうです。律儀なお人ね。大ベテランなんだけどな。気になってる人がいそうなので熱レイヤーを移しておきます。今のところ、熱で問題は起きてません。むしろ雪塩水のあたりが冬になりそう。定期的に氷が落ちてたからな。何が起きてんのかと思ってたわ。スリップスターのあたりが熱を持ってるのは良い、だが、これスーツドッグのあたりで多重の液体ドアと真空で断熱しないとまずいんじゃないの？将来的にはまずい、と思うな。ひたすらに異彩を放つ雪塩水。そしてアビサライトの優秀さよ。断熱タイルよりも微妙に高性能っぽいのよね。数値ではそうみたいだけど、実際の計算式ではどうなのか怪しいが。アビサライトとの比較の深掘りがどっかにないもんかしらね。レイムさん、前回で思い知ったと思うが。わかったわよマリサさん、自分でやるしかないってんでしょう。そういうことだな。現実は非常だ。また仕事じゃなかったワカメが増えた。ワカメの由来が知りたい方は右上のジャンプ項目から該当動画へどうぞ。第一電気分解室が手手間なので、こっちに第2を作りたいのですが、いよいよ隊員が来てくれない。もうこれ緊急事態でしょ。皆さんからいただいてるアドバイスに従って、日常業務を止めよう。動物のお手入れは停止、シングルリードの収穫も停止、アーバーツリーの刈り込みも停止。サイクルはもうじき600になろうとしてんのか。そら問題も煮詰まるわけよ。第一の方は小麦農園を一旦、解体して、中央のハンピー君に自動囲みで作り直したい所存。そうすりゃ第一電気分解室も改良できるんだけどね。アビサライトの腰がなんか縛りみたいになってきてるな。こっそり後付けで縛りってことにしちゃおうか。そんな恥ずかしい真似ができるか。大丈夫だって、バレねえって、悪魔ね。今更ですが生活排水の消毒を検討してます。どうしたもんかな。汚染水の間欠泉が見つかってはいるけれども、しかもつよつよ間欠泉らしいが、汚染水の給水と取りまとめも進めてますけど、灌漑の自動化で安定するレベルにないんだよな。トイレで1サイクル 21.7 キロの汚染水が出ると、流し台が汚染水を5キロ出すと、なら隊員1人につき1サイクルで 16.7 キロの汚染水か。うちは今、10人だから167キロの汚染水になる。おおよそ6サイクルで1トンできる計算ね。シングルリードが1本で1サイクルあたり160キロの汚染水が必要。なるほどやっぱりあれダメだ。栽培してるやつ引っこ抜いて野生に任せましょう。それなら汚染水の殺菌室はマストになるな。液体貯蔵庫が1つで5トン入るから、埋まりきるまでに30サイクルの余裕ができる。こりゃあもたもたしてらんないな。まあ優先順位をつけてやっていきましょう。さすがにごちゃついてきた。皆さんも困り果てる展開だぞ。大丈夫、こっちはもっと困ってるから。1ミリも安心感がない。配電網が止まってるので見に来てみた。散々、皆さんに言われてたのをほっぽっておいたバチが当たったな。酸素の圧がやばいことになってます。しゃあない、宇宙にポイだ。第二電解質の酸素も問答無用でポイだからね。恐ろしいコロニーになったよマジで。酸素で鼓膜が破れ放題だからね、現状。そこは普通は二酸化炭素だろうが。こっちに言われましてもね。熱水もたっぷんたっぷんだし。しかもこの上にもう一つ貯水池があります。たぷんたぷんです。まったく。あれどうした？液体貯蔵庫って水没判定ないよな？多分。じゃあさ、貯水池に液体タンクを沈めておいたら液体の保存量が爆上がりじゃないかね？貯水を多重化するってか。そう。えらいことを言い出したわね。どうよ、これ。確かに気体タンクの振る舞いを考えればなくもないのか？3度に行くぞ。組んでみた。普通に動作しちゃってるけど、まずいんじゃないかなこのテク。やってる人はいるだろうけども、マルチプレックスリキッドストッカーとか名前を付けて出してしまおうか。多重液体保存法か。名前は良いけども、材質を吟味しないと炸裂する恐れこそあるが、炸裂したところでボトル化してるらしいけれども、どうしたもんかな、これ。動画とブログを日米双方で洗ってみて、いけそうなら名前を付けて小ネタで出しましょう。ショートにすれば見てもらえるかな。マリサさんの思いつきが形になるとは、便利そうではあるんだよな。単純に貯水力のブーストだからね、ハックでもないし。まあ狭いとこに大量に保存したい時に役立つくらいかね。序盤ではありがたいんじゃないかね。
策による空間確保の手間を減らせるもんな。発明だったら嬉しいとこね。さて、ロドリゲスでゲスって言ったらパンチね。ロドリゲスでゲス。マリサさんってあれよね。ハリセンを構えた相手に頭を差し出すタイプよね。まあ一応の礼儀として仕事はします。じゃまあ改めて、ロドリゲスの基礎を組んでみた。さすがに学習しました。この構造だと機体が詰まると破綻する。まだ基礎しか組んでないので、自動化についてはこれから調査しますが、どうやら比重の差を利用して自動分別しようってことらしいが、水素は上、酸素は下、と、吸気ポンプを囲ってるのは不圧を狙ってのことかしらね。じゃないかとは思うんだが、機体が自由に動ける範囲を固定してるんじゃないかな。これは確かに組みやすそうね。事前に真空化する必要もない。ただ、吸気タイミングを調整しないと逆転現象もありえそうだ。出力は酸素の方が圧倒的に多いからね。スイッチつけても良いけども、どうせだから安全装置ごと自動化するかね。やるとしたらどうするよ？対タンクの終端に自動化ワイヤーつけて、とかかね。うちの場合は酸素は宇宙にぽいだから気にしなくて良いけども、酸素で鼓膜が破れる意味不明コロニーだからな。水素が問題ね。つうかちょっと待て。どうした？電解装置1機で水素は 112g 毎秒。水素発電機は1台につき 100g 毎秒が必要。6台動かすにはまるで足らねえ。この3倍の規模が必要になるのか？そんなスペースどこにもないぞ。それこそ海洋バイオームを滅ぼすしかねえ。そもそもこいつを3倍って、左右に伸ばす以外ないじゃんか。そうとも限らないわ。縦に3倍にしても構造次第でいける。3度の使用に感謝すべきだな。こいつは実験なしだとスケジュールが滅んでる。やばい。大規模ロドリゲスとか調べないとあかん。そんなのあるかな。大型の小型車みたいな話になってるぞ。子供が泣くぞこんなの。泣くな、確実に泣く。何しろ大の大人が泣きそうだもんね。こらひでえや。他に手はないかしら？現行の狙いでは1経路につき水素発電機2台がマストだ。そこが狙いか。そうだ、ロドリゲスは手段であって目的ではない。ヒリヒリしてきた。この緊迫感がたまらない。何かないか、考えるのよレイム。何か始まった。面白いんで見てみましょう。目的は水素なのよ。酸素ではないわ。アニメでよくありますよね、こういう演出。最近は少ないのかな。そう、酸素は邪魔なのよ。なっても良いの。昔のアニメは大体、額に汗をかいてやってましたね。帰ってきた。マリサさん、直接宇宙空間にこいつを形成したらどうよ？いや、シーンチェンジ。無茶すんなよ楽屋ネタになるだろ。これよこれ、どうよ？うわぁ、えらいこと思いついたな。これなら酸素の心配はいらないし、ポイの手間もない。宇宙が近いうちならではの荒技だなこりゃ。電力消費にしても 960W が浮くわ。お見事。アニメ演出を挟んだだけのことはあったな。名前を付けてあげたいレベル。しかし酸素不足にあえぐコロニーに殴られるでこんなん。どうよ？いやこいつはお見事。検証してみるけど実用に足ると思うぞ。そや好きなだけどやってくれ。下手をするとうちの心臓部になるかもしれん。逆転の発想から生まれたこのシステム。逆転裁判の登場人物にあやかって、鈴木まこシステムと名付ける。女の趣味がバレるからやめろって。もしくは神谷切りをシステムと名付ける。どっちもメガネじゃねえか。令和にメガネっ子とか恥ずかしいからやめろって。もしくは、皆さんすみません。霊夢さんは体調不良で退席されました。個人のゲフン、病人の頼みですのでメガネっ子システムとでも呼んでおきます。どこの世界に霊夢さんが退席する実況があるっつうんだよ。まあうちのチャンネルですからね。皆さん諦めてください。それからこの仕組みですけど、このままだと宇宙の吸引力が強すぎるのでまだ何かの仕込みは必要そうです。タイルの穴を4タイルまで減らしてもダメでした。一人で喋っててもあれなんで動画を締めます。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。